はじめまして、グデと申します。今回から誰でも簡単に大型モンスター討伐を極めることができるようにするといったコンセプトで本シリーズを投稿したいと考えております。そこでまず本シリーズにおけるルールを簡単に説明します。まず一つ目、武器・防具は対象モンスターのクエストを受けられる時点で最適なものを使用していきます。例えば今回はおさい槌を討伐するので、村2の緊急クエストが受けられる時点で最適なものを使用していきます。2つ目、武器は体験を使います。理由としては一撃の威力が大きいということとガードができるので初心者でも扱いやすいからです。以上がルールとなります。続きましてお供の紹介をします。アイルーはアシストのものを選ぶといいです。ただ、先行爆弾の技を覚えているものは選ばない方がいいです。そして、しびれ罠の技であったり、毒毒落とし穴の技を覚えているアイルを選ぶといいです。また、ガルクは何を選んでも大丈夫です。続きまして、団子の説明をします。団子は防御術のものと医療術のものがおすすめです。また今は出ていないのですが、弱いの恋であったり、免疫術、ど根性、短期睡眠術もおすすめです。続きまして今回の対象モンスターであるおさい槌の説明をします。まず弱点ですが、頭部と尻尾先端が弱点となっています。ただ体が小さいのでおさい槌に攻撃を当てるように気をつけて戦いましょう。また属性の弱点は雷、水が弱点となっております。状態上はだいたい全ていきます。続いて装備の説明をします。武器は攻撃力が一番高いボーンブレード1を選びましょう。防具は初期装備のままで大丈夫です。また特典を受け取っている方は初心の具石を忘れずに装備しましょう。ステータスはこのようになります。ということで早速おさい槌討伐へ向かいましょう。まずおさい槌のコードを覚えましょう。まず最初が尻尾攻撃です。必ず撃ってくる前に雄たけびを上げるので注意してください。次も尻尾攻撃です。ただこちらは先ほどの尻尾攻撃に比べるとため時間が長くなっているので威力も上がっています。次がつば吐きです。おさい槌の正面に立っているとやってくることが多いです。ちなみに無属性の攻撃となっています。次が噛みつきです。他の攻撃にも派生するので注意してください。次が尻尾を叩きつける攻撃です。こちらは他の攻撃に比べて威力が高くなっています。ただ避けると攻撃チャンスとなります。次が連続で引っかく攻撃です。こちらは押さえ槌から距離を取っているとしてくることが多いです。次も引っかき攻撃です。こちらは近くにいるとやってきます。次が押さえ槌の必殺技です。3回ローリングしてくるので必ず避けてください。避けると尻尾が地面に刺さるので攻撃チャンスとなります。ここからが上位の行動パターンです。上位からは回で紹介した攻撃モーションをつなげてやってくることがあります。まず尻尾で投げ払いを行った後、このように尻尾の叩きつけを行います。
上位からは壁を巧みに使った攻撃を行ってきます。ただ壁を使った攻撃は四角から飛んでくるので避けることがなかなか難しいです。ここから押さえ槌の討伐を行います。クエストが始まったらまず支給品ボックスで支給品を取ってください。で、もしご飯を食べ忘れた場合は左にあるテントで食べてください。ちなみに押さえ槌は9番にいるので、そこに行くまでに人より玉でステータスを上げていきます。で、まずここにある黄色の人より玉を取ってスタミナを上げます。で、その後にこのジャグラスの群れのとこのツタを登って体力を上げます。で、その後にここのスタミナを取って防御を上げて、で体力を上げて攻撃力を上げます。このルートは結構使うので覚えておいてください。いい感じです。で、ここでも体力を上げます。で、まず押さえ槌に先制攻撃を与えてください。で、ここのフィールドはブルファンゴがいっぱいいるので非常に戦いづらいところとなっています。井槌を倒してから押さえ槌を倒そうとする方もいらっしゃるかもしれませんが、井槌は基本的に倒さなくていいです。倒したとしても呼ばれてしまうので意味がないからです。で、倒れたので押さえ槌の頭にため切れを与えましょう。で、この時に井槌を巻き込んだら一石二鳥だと思います。で、怒りました。で、こういう投げ払いですね。こういった隙にため切りを与えていくといいと思います。押さえ槌は過去作でいうドスランポスとかドスジャギとかドスジャグラスみたいなポジションだと思うんですけど、結構連携を取った攻撃をしてくるのでドス系のモンスターよりかは戦いづらいかなと思います。で、これは必殺技なので距離を取ってください。で、3回回った後、ため切りを当てましょう。あと、どの大型モンスターにも共通していることが、プレイヤーに攻撃を仕掛けてくるときは基本的にプレイヤーの方を向きます。なのでこのタイミングで頭にため切りを当てることができるようになれれば早く倒せるようになると思います。あと、安定して大型モンスターを倒せるようになるためには大型モンスターの動きと隙を完全に覚えて、どのタイミングでどれくらい攻撃を与えることができるかを覚えてしまいましょう。で、ここも押さえ槌が一定距離離れて雄たけびを上げたので必殺をする合図です。なので3回回転して攻撃してくることを覚えていれば逆に攻撃チャンスとなります。で、これは唾吐きです。遠くにいるとこういった唾で攻撃してきたりだとか爪で攻撃をしてきます。はい。で、このように2回吠えた時は違う場所に移動する合図です。で、今回は右上のアイコンのように瀕死状態になっているので、他のとこに行って寝る合図ですね。相手は深手を負っています。で、逃げ出しました。で、ここも必ず先制攻撃を与えましょう。で、頭に攻撃をして倒れましたのでため切れを与えましょう。残念ながら今回はお供が倒してしまいました。ということで押さえ槌討伐完了です。一つ達成ですね。続きましてドスバギの説明をします。まず弱点は頭部と非属性となっております。ただこちらも押さえ槌同様体が小さいので攻撃を当てるように気をつけましょ
また特徴として睡眠属性のブレスを放つので元気ドリンクを用意しておくといいです。状態上は麻痺属性と爆破属性が有効となっております。続きまして装備の説明をします。武器は攻撃力が一番高いボーンスラッシャーへ強化しましょう。また防具は伊豆知識がいいです。防御力が高いのと装備スキルである見切りが非常に強力です。ステータスはこのようになります。ということで早速ドスバギー討伐へ向かいましょう。まずドスバギーの行動を覚えましょう。まず最初がタックルです。これは頻繁に行ってくるので避けれるようになりましょう。次が尻尾ビンタです。これは必ず2回やってきます。次が睡眠ブレスです。当たると眠ってしまうので必ず避けてください。次が噛みつきです。怒っていない時は1回だけですが、怒っていると2回連続でやってきます。次が首をひねって噛みついてくる攻撃です。これはドスバギーの側面にいるとやってきます。次が飛びついて攻撃してくる攻撃です。これはドスバギーから距離を離している、かつ怒っている時にやってきます。ここからが上位の行動パターンです。上位からバックジャンプしてから睡眠ブレスを放つようになります。ここからドスバギーを実際に討伐していきます。クエストが始まりました。ドスバギーはモンハントラの時は星4で戦えた敵なんですけど、今回は星2で戦えるようになりました。ということでまずドスバギーに向かう前に人寄り玉でステータスを向上させていきます。このコースも結構使うので覚えておいた方がいいと思います。ちなみにウルクススが5番の位置にいますが、ウルクススは次回の動画で討伐していきたいと思っております。でまずたどり着いたら先制攻撃を与えてください。ドスバギーは睡眠ブレスさえ当たらなければあまり怖い敵ではありません。なので結構無理やり攻撃しても大丈夫だと思います。で睡眠ブレスが結構攻撃チャンスなんですよね。ドスバギーの真下に潜り込めば睡眠ブレスが当たることは決してありません。で頭が壊れました。で怒りましたね。で頭に攻撃を与えます。でこれは2回行ってきます。でここも攻撃チャンスでため切りを与えましょう。でダウンしました。でここもため切りを当てていきます。でこれも攻撃チャンスで真下に潜り込みます。でドスバギーの動きは後に出てくるドスフロギーという大型モンスターとも結構動きが似ているので覚えておいた方がいいと思います。でこれが飛びつき攻撃です。基本的に怒った時しかやってこないと思います。でここもため切りを当てます。で瀕死になりました。
尻尾ビンタは2回行ってくると決まっているので、1回目のビンタが終わった時に当たらない位置で構えましょう。例えばこのようにするとため切りが当たります。で、起こった時も好きなので、その時に顔面にため切りを当てれればいいと思います。はい。で、ドスバギー討伐完了です。いかがだったでしょうか。初めての大型モンスターということで苦戦された方もいらっしゃるのではないかと思います。次の動画では青柱とウルクススを討伐します。ではご視聴ありがとうございました。